この中でアリバイがないのはヒロちゃん、君だけなんだ。エマ、まさか私を処刑するために。もう一度整理しよう、みんなのアリバイを。僕は死体発見の30分前、ノアちゃんとアンアンちゃんの2人と2階で別れたんだ。ノアたちはずっと一緒にいたよ。その後メルルちゃんと電話で話をして、ラウンジにいたらシェリーちゃんたちと出会ったんだ。ちょうどみんながラウンジに集まったところでしたね。それからシェリーちゃんとアリサちゃんはラウンジに残って、僕だけ一人で外に出たんだ。ナノカちゃんたちは部屋に戻るって言ってたと思うけど。ええ、その後死体発見がされるまで私たちは部屋にいたわ。そしてレイヤちゃんたちはその間ずっと一緒にいた。その通りさ、エマくん。メルルちゃんが死んだのは僕が電話した30分前から死亡推定時刻の20分前の間まで。つまりヒロちゃん、君しかメルルちゃんを殺すことができる人はいないんだ。エマの言っていることが本当なら、私を除いたこの場にいる11人全員犯行が不可能になる。そうなれば私の処刑は免れないな。是が非でもアリバイを証明しきれない人物を見つけて、私と同じ容疑者の立場に引きずり込むんだ。ただし賛同を得られなくては意味がない。共犯を疑った場合、2名以上敵に回すことになってしまう。今のところその可能性を指摘するのは避けておくべきか。僕は死体発見の30分前、ノアちゃんとアンちゃんの2人と2階で別れた。ノアたちはずっと一緒にいたよ。ノアとアンアンは2階で何をしていたんだ？一緒に娯楽室で映画を見て、アンアンちゃんがあそこなら風通しもいいし塗料の匂いも平気だって言ってくれたからね。じゃあ2人は娯楽室からアトリエに行く途中で僕と会ったってことだね。エマはそこで何を？僕は図書室で本を読んでたんだ。それで図書室を出たらちょうど2人に会って。その後ノアたちは誰とも会ってないよ。その後ずっと2階にいた。僕は死体発見の30分前、ノアちゃんとアンちゃんの2人とその後メルルちゃんと電話で話をして、ラウンジにいたら。ちょうどみんながラウンジに集まったところでしたね。ラウンジに集まったというけど、そのアリバイを詳しく教えてもらってもいいかな？いいですよ。私とアリサさんは1時間ほど前からずっとラウンジにいました。そうですよね。間違いねえよ。うちと橘はラウンジにいた。別に四六時中目を光らせてたわけじゃねえ。誰かが通っても気づかねえことは十分あると思う。そうですかね。気づくと思いますけど。ちなみに1時間の間にラウンジに来た人は他に3人いますよ。その3人が来たのはうちも覚えてる。30分ぐらい前ですかね。最初にナノカさんの中庭の方から来ました。ええ、医務室にいたの。私と同じタイミングで桜庭エマと宝生マーゴがラウンジに来て合流したと思うわ。そうね。その時ラウンジに5人が揃ったわね。そのタイミングって僕がメルルちゃんとの電話を切った直後なんだ。この時点でメルルちゃんは生きていた。であれば私とアリサさんは今回の事件にどうやっても関われないと思いますよ。だってそこから死体が発見されるまで私たち2人ともずっとラウンジにいたので。そうだな。橘にもうちにもヒカミを殺すことはできねえよ。僕は死体発見の30分前、ノアちゃんとその後メルルちゃんと電話で話す。ちょうどそれからシリちゃんとアリサちゃんはラウンジに残って、僕だけ一人。ナノカちゃんたちは部屋に戻るって言ってたと思うけど。ええ、その後死体発見がされるまで私たちは部屋にいたわ。
その後の詳しい行動も教えてほしい。私たち5人はラウンジで少し話をしたわ。その後橘シェリーと首藤アリサはラウンジへと残った。桜庭エマは外へ行くと言って一人シャワールームの方へ向かったわ。私も見ていますよ。僕はメルルちゃんを探しに行って特徴のアナウンスがあるまで外にいたんだ。私と宝生マーゴはラウンジでの話の後2人で部屋に向かった。私たちの部屋はちょうど蓮見玲也たちがいた部屋とは現場を挟む形になるわね。でもね、私たちは殺害現場に近づいてないの。2人でずっとお部屋の中にいたものね。その証言に大きな誤りはないわ。私たちはまっすぐに部屋に戻ってその後一歩も部屋からは出ていない。私となのかちゃんはお互いにそれが証明できるわね。僕は死体発見の30分前その後メルルちゃんと電話で話す。ちょうどにそれからセリーちゃんとアリサちゃんはナノカちゃんたちは部屋に。その後死体とそしてレイヤちゃんたちはその間ずっと。その通りさ、エマくん。先ほど言っていたね。君たちは廊下奥の部屋にいたと。レイヤ、ココ、ミリア、ハンナ、4人で何をしていたんだ？別に何でもよくね？いやいや、一応アリバイの確認なんだからちゃんと説明しないと。私が自室に招待したんだよ。私自身動画配信というものには興味があってね、ココ君にご教授願おうと考えたんだ。まあ部屋が隣同士のよしみで。それで私もココさんについていったんですわ。決して部屋で一人になるのが寂しかったとかそういう理由ではありませんからね。多分死体発見の1時間以上前からスマホ教室してたよね。動画回しときゃよかった。結構取り高あったよね。その1時間誰も部屋を出ていないのかな？一人たりとも一歩も出ていませんわ。私たちのアリバイは完璧ですわ。そうだね、間違いないと思う。私たち4人は1時間の間一歩も外に出ていない。そうお互いに証言できるよ。僕は死体発見の30分前ノアちゃんとアンアンちゃんの2人と2階で別れた。その後メルルちゃんと電話で話す。ちょうどにそれからセリーちゃんとアリサちゃんはナノカちゃんたちは部屋に。その後死体とそしてレイヤその通り。メルルちゃんが死んだのは僕が電話した30分前から死亡推定時刻の20分前の間まで。つまりヒロちゃん、君しかメルルちゃんを殺すことができる人はいないんだ。いいや、それは違う。それは全員が本当のことを話している場合だけだ。もし誰かが嘘をついているなら私以外にもアリバイがない人物はいる。その人物とはこれだ。君だ、エマ。ヒロちゃん。君の言うアリバイの前提はメルルと話したという君の証言に由来するものだ。その証言が嘘だったとしたらいくつかのアリバイは成立しなくなる。そしてその筆頭は君自身。30分前に死んでいたという仮定が覆れば君にだって犯行が可能となる。そんな、僕は嘘なんて言ってない。ならそれを証明できるのかな？それはそうだ、通話履歴なら残ってるよ。これは確かに死体発見の30分前に電話をかけた証拠だよ。確かにエマちゃんが1階に行くとき誰かから電話がかかってきてたのは見たよ。そうだな。本当だよ。ちょっと待ってて。今もう一度かけ直してみる。そうすればメルルちゃんのスマホに繋がるはずだし。確かメルルのスマホは現場から見つかっていなかったはずでは。この音どこから？バカな、これはまさか。音、ヒロちゃんの方からするね。嘘だよね、ヒロちゃん。君の持っているスマホが鳴っているみたいだよ。
よヒロ君。もう一つのスマホ、これは一体。ヒロちゃん、大丈夫？ありがとう。礼は正しく伝えるべきだろうな。だが大丈夫に見えるか。このままいけば処刑を待つだけの身だ。このままじゃあんまりにひどいよ。まさかあの時スマホを持たされたのか。エマ、私を陥れるために。やっぱりあいつが犯人、全ての元凶だったんだ。桜庭、エマ。どうやら決定的な証拠が出てきたみたいだ。犯人はやはりヒロ君で決まり。ちょっといいかな。どうしたんだいミリア君。ちょっとおじさん、あまり決めつけは良くないかなって。なんだ。いやさ、ちょっとみんな一旦落ち着こうよ。冷静にね。けどよ、殺されたやつのスマホを持ってたんだろ。そいつが犯人でいいんじゃねえのか。そうだよね。やっぱりヒロちゃんは疑わしいよね。でもさ、あんまり一方的に責めすぎるのは良くないと思うんだよね。おじさんはそういうのちょっと苦手っていうか、1対大勢みたいなのは嫌なんだ。ミリア君の言うこともわかるよ。それなら私がヒロ君を弁護しようじゃないか。は？どんな犯罪者が相手でも情状酌量の余地はあるかもしれないし、それが仲間ってものじゃないかな。私のことを犯罪者と決めつけている。大丈夫、私に任せてくれ。この議論は私が導いてみせるから。ミリアには助けられた。だが何なんだこいつは。ただの目立ちたがり屋か。とはいえ反論の隙は与えられたか。この不利な状況、なんとか覆さないと。時にミリア君の声を聞いていて一つ重要なことを思い出したんだ。聞いてくれるかな。重要なこと？ああ、死体発見の40分ほど前のことさ。私やミリア君たちの4人は部屋でスマホの機能を確認していたんだ。ちょうど録音や配信の使い方を試していた時でね。あのスマホは高性能で立体音響なんかも録音できるみたいなんだ。物珍しくてね、ココ君と遊んでたんだよ。 ASMR 配信とか声だけ消す編集みたいなこともできそうなんだよな。あのスマホオーバースペックってやつだからその時私は耳を澄ませていたんだ。それが幸いしてその時かすかな音が聞こえたんだよ。それはガラスの割れるような音だった。私には別に聞こえてませんでしたわ。おじさんも。音の正体は私にもわからないが、これは重大な証拠じゃあないだろうか。そうなの？ノアはよくわかんないけど。なるほど。なんとなくレイヤの思考が読めてきた。彼女はきっと何も考えていない。議論を揺るがす重大な証拠。決まった。正確には自分が目立つことしか考えていないだろうか。だがこれは利用できるかもしれないな。さすがだな。それに気づけるとは、やはり役者をやっていただけあって、君は普段から洞察力が優れているのかな。ああ、当然だとも。やはりこれは重要な証拠だったんだね。そうだね、もちろんだよ。証拠というよりは証言だが、その証言があるとないとでは事件の全容は大きく変わってくる。なんだって？そうなの？そうなるといいんだが、ひとまずは考える時間を稼がせてもらおうか。それにはアリバイを確認する必要がある。だからレイヤ、もう一度みんなのアリバイをまとめてもらってもいいかな。
もちろんさ。まずはよし、レイヤに喋らせている今のうちにこのもう一つのスマホの中身を確認しておこう。どうやらこのスマホデータが初期化されているようだ。誰のものかはわからないが、おそらくはメルルのものなんだろうな。もともと私が持っていた方のスマホには何も変わった様子はない。細工がされてもいないようだ。というわけだね。わかったかな、ヒロ君。ああ、助かったよレイヤ。ありがとう。さすがだ。こんなことはみんなのリーダーとして当然のことだよ。いつの間にリーダーに。よしと。では聞かせてくれヒロ君。私が死体発見40分前に聞いたガラスの音、それが何を意味しているのか。ああ、いいとも。それは当然。それは現場で本当に瓶が割れた時の音だ。現場のガラスの破片は瓶1本分しかなかったはずだ。なら2回もガラスの割れる音が響いたのはおかしなことになる。それが示すことは一つ。レイヤが音を聞いたその時間こそ真に犯行が行われた時間だったんだ。なるほど。ヒロさんの推理が正しければ事件が起こったのは死体発見の40分前ということですね。でもただのそいつの言い訳な可能性もあるんじゃねえの？そんなことは。レイヤの話がこれまでの証言と食い違うのは確かだ。だけどそれは一点の矛盾を解決すれば成立するんだ。それが嘘だとすれば全ての辻褄が合う一つの証言とは。これだ。もちろんそれはエマの証言であるメルルとの通話した時間だ。死体発見の40分前にすでにメルルが殺されていたなら30分前に通話することなんて不可能だ。つまりエマのメルルと通話したという証言は成り立たなくなる。そんな。エマ、嘘をついたんじゃないかな。それは。君は私を陥れるためにメルルを。違うよ。本当なんだ。嘘なんてついてないよ。僕はメルルちゃんと話したんだ。じゃあエマちゃんはどんなこと話したの？それは。分かった。言うね。僕が電話に出た時、メルルちゃんは何かに追われるように慌ててたんだ。それでメルルちゃんはヒロちゃんに襲われたって。何を。なるほど。メルル君はヒロ君に襲いかかられた。そう証言したんだね。だから僕は。エマはどうしても私のことを犯人に仕立て上げたいらしいな。エマさん、せっかくなので詳しくその時のこと教えてください。僕は死体発見の30分前にメルルちゃんからかかってきた電話を取ったんだ。そしたらメルルちゃん、ヒロちゃんに襲われたって言ってて、その後すぐに電話は切れちゃったんだけど、僕気になっちゃって。だからその後ラウンジでシェリーちゃんたちにメルルちゃんを見てないか聞いたんだ。そういえばそんなこと聞かれましたね。誰も見てないって言ったから、ヒロちゃんが何かしてしまったんじゃないかって怖くなっちゃって。だからメルルちゃんを探すために外に出たんだよ。獄長からの死体発見の通知が入ったのはそれからすぐだったんだ。そして僕は戻って。桜庭の証言が正しければ犯人は二階堂しかいねえじゃねえか。エマ、そんな嘘をついてまで私を犯人に仕立て上げようというのか。落ち着け。仮にそうだとしてどうして今このタイミングで攻めてきたのか。何か暴かれるとまずいことがあるのか。それとも仮に真実だとしたらなぜここまで隠そうとしていた。私が不利になるような情報を。
詳しく聞いてみる必要があるかもしれない。僕は死体発見の30分前にメルルちゃんヒロちゃんに襲われたって言って、その後すぐに電話は切れちゃったんだけど、僕気になっちゃって。それで他にはどんなことを話したのかな。特に重要なことは何も。すぐ切れちゃったし。具体性がないな。本当にメルルと喋ったのか。君の発言に信憑性があるとは思えない。本当だよ。メルルちゃんは怯えた様子で医務室でヒロちゃんに襲われたって言ってて、だから早く逃げなきゃって言ってたんだ。僕にも逃げた方がいいって忠告してくれて。嘘じゃないよ。だから僕メルルちゃんを探して。僕は死体発見の30分前にメルルちゃんからかかってきて、そしたらメルルちゃんその後すぐに電話は切れちゃったんだけど、僕だからその後ラウンジでシェリーちゃんたちにメルルちゃんを見てないか聞いたんだ。そういえばそんなこと聞かれましたね。誰も見てないって言ったから、ヒロちゃんが何かしてしまったんじゃん。だからメルルちゃんを探すために極長からの死体発見の通知が入ったのはそれからすぐだったんだ。そして僕は桜庭の証言が正しければ医務室で二階堂がヒカミを襲ったってことだろう。犯人は二階堂しかいねえじゃねえか。正しくない。そのぐらいにしてもらおうか。言われのない抽象は。ああ、考えても見てくれ。エマの証言には矛盾がある。矛盾って何ですの？メルルが私に医務室で襲われた。いやいや、そんなことは絶対にありえない。いいかい、絶対にだ。なぜならその時医務室にはナノカがいたんだよ。それは先ほどアンアンがまとめてくれたアリバイにも記載されている。違うかい、ナノカ。そうね、その点は気になってはいたわ。エマの話によればメルルと電話した後にラウンジでナノカと会ったそうじゃないか。だがそのナノカは医務室で薬を探していたんだろう。ええ、間違いないわ。私はしばらく医務室にいたの。だから桜庭エマがヒカミメルルは医務室で二階堂ヒロに襲われたと証言するなら、それは私から否定させてもらうわ。間違いなくヒカミメルルは医務室にいなかった。そんな。でもメルルちゃんは電話で確かに医務室にいたって。なら私がヒカミメルルを襲ったということになるのかしら。それは。エマ、君は嘘をついて私を犯人にしようとしたんだ。そうでなければこんな矛盾は起こるはずがない。そんなことないよ。僕は。まあ2人とも落ち着いて。ほらレイヤちゃんもリーダーなんでしょ。このままじゃ話がどこまでも平行線だよ。確かにそうだね。ここは穏便に話し合いで解決しよう。いや、今まさに話し合いをしてる最中っしょ。そうは言ってもどちらの主張を裏付けるようなものもありませんし。ノア、なんか変だと思うな、エマちゃんの言ってること。まあそりゃ黒部の話と食い違ってるしな。そういうことじゃなくて、エマちゃんはヒロちゃんみたく嘘をつく意味ってないよね。嘘？ヒロちゃんは疑われてるから嘘つくのもわかるよ。でもエマちゃんはなんでそのことを隠してたのかな。難しいね。ノアにはわかんないや。それは。あの口ぶりからしてノアは私が嘘をついたのだと気づいていたのか。何を考えているかわからないが鋭い子だ。敵に回したくはないな。それはともかくエマの隠し事？何かまだ隠していることがあるのか。ノア、私は何も嘘なんてついていないよ。しかしエマ、
君が何か隠していたというなら今のうちに言っておいた方がいいんじゃないかな。処刑されたらもう言えないのだからね。分かった、言うよ。でも事件に関係あることじゃないんだ。先に謝っておくよ。ごめん。僕は別にヒロちゃんを告発したかったわけじゃないんだ。だから本当は言いたくなかった。それはどうしてですの？だってヒロちゃんは僕がここに来る前から知ってる唯一の知り合いだし。それでエマちゃんはヒロちゃんをかばおうとしたんだ。そういうわけじゃないけど。でもメルルちゃんと話したことをみんなに伝えたらヒロちゃんは処刑されちゃうと思って。人が死んでほしくないって思うの、そんなに変なことなのかな。だからメルルちゃんに言われたことを隠してたのね。でも僕の知ってることと議論の流れに大きな違いが出てきたから言わなきゃって思ったんだ。虫唾が走る。彼女は昔からこうだ。事なかれ主義で意志薄弱で人に強く言い出せない。背中を押す者でもいなければこうして議論の場で自分の意見を発信することすらまともにできないんだ。だがそんな彼女がわざわざ証言した言葉、何か裏があるのか。彼女が嘘をついていない可能性ぐらいは考えてみてもいいかもしれない。僕は別にヒロちゃんを告発したかったわけじゃだから。それはどうだってヒロちゃんは僕がそれでエマちゃんはそういうでもメルルちゃんと話したことをみんなに伝えたらヒロちゃんは処刑されちゃうと人が死んでほしくないって思うの、そんなに変なことなのかな。だからメルルちゃんに言われたことを隠してたのね。でも僕の知ってることと議論の流れに大きな違いが出てきたから。大きな違いとは？一番大きな違いはメルルちゃんの死亡推定時刻。死体発見の40分前かもって話になったけど僕はメルルちゃんと30分前に話してて、その時メルルちゃんは医務室でヒロちゃんに襲われたって言ってた。最初は何かの間違いだと思ったんだ。だから証言するのを保留してたんだ。みんなで話し合って別の結論が出るかもしれないし。でもやっぱりメルルちゃんの残してくれた言葉を知らせないわけにはいかないって思って。だけどヒロちゃんのことも疑いきれないし、僕どうしたらいいか分かんなくなっちゃって。だから僕は別にヒロちゃんを告発したかったわけじゃないんだ。だから本当は言いたくなかった。それはどうしてですの？だってヒロちゃんは僕がここに来る前から知ってる唯一の知り合いだし。それでエマちゃんはヒロちゃんをかばおうとしたんだ。そういうわけじゃないけど。でもメルルちゃんと話したことをみんなに伝えたらヒロちゃんは処刑されちゃうと思って。君の話は正しくない。嘘だね。そんな、僕は嘘なんてついて。人の話は最後まで聞くべきだ。君は誰彼構わず通行人に吠えかかる馬鹿犬か？キャン！エマ、君が仮に嘘をついてないとしたら、それはメルルが嘘をついていたのかもしれないよ。メルルちゃんが？なるほど、新しい視点だね。そんなありえなくはないかもしれないけど。でもどうしてメルルさんがそんな嘘をつく必要があるんですの？レイヤの証言を思い出そう。レイヤが聞いた40分前のガラスの音、それが犯行時刻だと考えた時、エマとメルルの会話は起こるはずがない。だがメルルとエマの会話は起きた。ならそれが考えられる可能性は。エマが真実を言っているなら、その時間に死んでいたはずのメルルが喋っていたことになる。だとしたらその電話口にいたのは別人のはずだ。そんなことができる人物、そんな人物は一人しか心当たりがない。
しかしそうなるとエマは犯人ではない可能性が高い。エマの犯行と別の真犯人の可能性。一度だけエマを疑いから外してみるか。なるほどね。どうしたのヒロちゃん。わかったんだ、犯人が。そんな、僕はメルルちゃんを殺してなんて。君のことを言ったわけじゃない。犯人は別にいる。犯人は電話をかけてエマを証人に仕立て上げた。その時間までメルルが生きていたことにしたんだ。そうして私に罪をなすりつけた。そんなことが可能だったのはこの中でただ一人、死亡時刻をずらすよう工作したその犯人は。これだ。私たちはまだ知り合ったばかりだし、エマが電話口の相手の声を誤認した可能性はないわけじゃない。だがメルルのあの気弱な喋り方は特徴的だ。いくら電話口とはいえ相手の声を聞き間違えたとは考えにくい。それにメルル本人が嘘をつく理由もないし、あらかじめ録音した音声相手にエマが会話させられていたとも思えない。なら電話口でエマの相手を務められるのは一人だけ。相手の生態を完璧に模写することができるもの。それはモノマネの魔法使い。宝生マーゴン、君がメルルを殺した犯人だ。へえ、面白いわヒロちゃん。そんな不確かな情報で私を犯人扱いするなんてね。私としてはただ単に推理を積み重ねた結論を言っているに過ぎない。反論があるというなら聞こう。そうね、それじゃあさせてもらおうかしら。あなたの推理のほとんどはみんなの証言に基づいているものよね。ならどうしてそこまで自信を持って断言できるのかしら。単純にエマちゃんが嘘をついてる可能性もあるはずよね。あなたを陥れるために。それとも友達だから信じてるとでも言うのかしら。まさかそれだけは絶対にありえない。単純な論理の積み重ね、それ以上でもそれ以下でもない。私は真実を言っているだけだ。そして論理は君が犯人だと告げている。それ嘘でしょヒロちゃん。私が犯人という確証は何もないのよね。あなたの推理は自分の処刑を逃れるために無理やりひねり出しただけのただの苦し紛れの言い訳。それは疑いをみんなにばらまいて疑心暗鬼に陥らせる流言飛語。わかるわ、私もそういうの得意だもの。マーゴの指摘、イエスかノーかで言えばイエスだ。仮にマーゴが本当にメルルのふりをしたのだとしても、それで犯人だと確定するわけじゃない。けどこのままでは私が一番怪しい容疑者として処刑されてしまう。よってこの状況で真犯人を処刑台に送るには、自分の潔白さを示すのではなく、他の者の怪しさを立証して吊るし上げるしかない。だからこれが正しい戦い方だ。もちろんそんな考え自体を正直に言うのは愚策だ。議論戦術的に正しくない。君の挑発には乗らないよ、マーゴ。マーゴ、結局君は何が言いたいのかな。反論がないところを見ると、真実と認めてくれたということでそういないだろうか。まさかそんなことないわよ。ただ荒唐無稽な話すぎて笑ってしまっただけ。だって私には犯行が不可能なんだもの。それなら教えてもらおうか。君がどうやったらこの追い詰められた状況から逃げおおせるのかを。
ええ、もちろん。だって私はまだ何も追い詰められてなんていないのだもの。私が犯人ではないと骨の髄までその体に教え込んであげる。